はい、こんばんは、フェマールでございます。今日は前回もやったんですけども、国道8号線のところを迂回していくと、林道で迂回するところがあります。それでわざわざ遠回りしていったらどうなるかっていう企画の第2弾。それでその道を前回の道を、調べてみたところですけども、もうそのさらにまた大回りで迂回する林道があったんで、そちらの方を一遍調査したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ前回同様、入り口はこちらからになります。林道ですね。こちらから入っていきます。ここは早送りしますね、だいぶね。はい、ではここからですね、前回はここの左側、こっちの方へ行ったんですけども、今日はこの右側の方へ向かっていきたいと思います。ここからじゃあ純粋にレポートしていきますね。ただ倍速です。で、路盤はアスファルトというかコンクリートかなになってますね。で、側溝もありますしね。まあダートではないので安心しては進めている感じですね。ここめちゃくちゃヘアピンカーブです。景色はよろしいな。こっから待望のダートが始まりますよ。皆さんも待望ですね。いやー、やっぱダート林道はいいよね。なんかこんな車乗ってて、なんか舗装林道ってちょっとつまんないですよね。でちなみに今肉状態です。肉でも全然問題ないですね。気持ちのいい林道だ。まあその廃道とかではないんですからね、その辺は安心して走れます。これナイスな林道じゃねこれ。ぜひジムニーを買った方、新車で買った方なんかお試しで来られると面白いかもしれません。傷もつかないでしょうからね、ここやったら。でそしてまた舗装かと思ったら、またここからダートですね。ここなんだ、分岐点じゃないな。そしてまた舗装、部分舗装ですね。何の意味があるんかなこれって。分かれ道が分岐点入りましたね。マップ上で行くと左はどん詰まりですね。右ですよね。行ってみましょう。左はまあどっかの山頂へ向かう道じゃないかな。ここはなんか開かれた林道だね。カーブミラーあるよ。すごいすごい。これは素晴らしい林道だ。林道名が書いてありますね。そうなんだ。ここの林道は広域機関林道越前南部線3工区だそうです。西部林道じゃなくて南部林道なんだ。大発見大発見。これはめちゃくちゃフラットダートで、このねガードレールやらあるし、草木管理もされている。この林道面白いぞ。
ほんとこれ初級者向けのオフロードにはいいんじゃないですか。これめちゃめちゃ楽しめますよ。実際まだ今4区にまだ入れてません。FR です。こりゃいいわ。これは穴場ですよ。これ大発見。皆さん楽しめますよ。これ舗装路になって急な勾配 11% ですね。これはジムニーでなくても、ジムニー4駆じゃなくても一般車両でも来れますよ。これちょっと景色が開けた。先端に見えるのが日野山トンネルですね。北陸自動車道。そしてこの方向が竹伏街ですね。向こうが南城サービスエリアあたりだと思いますね。南城サービスエリアかな、辺が。そして遠くにあれ白山かな。眺望もよろしい。すごい、ここめっちゃいいやんこれ。はい、じゃあ改めて出発しますね。ここいいぞ。これめちゃくちゃ今時希少なダート林道でフラットダートでも石もねバラスの石だからそんな角張ってないし落石もない。そして眺めよし。めちゃくちゃいいやん。ここ夜景のスポットになるよ。これ今度夜来よう。これめちゃくちゃ夜景が綺麗だと思います。今度サブチャンネルで夜景撮りに来ますね。そしてこの辺りものり面がむき出しとはいえでも落石もあまりなくでまたダート。これがいいよね。で右手にってことは右手は海か。でも今見えないかな。そして今反対側の方見ると日本海が見えますけど、ちょっと見えるかなこれ。そしてこの路肩もねこんな風に、まあ結構な崖だな。はい、出発です。そしてダート林道が続きますけども、お辞儀してるガードレールがありますね。なんだ、結構見どころまた止まるとこがあった。ちょっと止まりましょうか。はい、じゃあいっぺんここ止まってまいりましたけど、看板ありますね。ほのけ山だそうです。ほのけ山。なんだ、なんかいろいろ書いてある。幻の北陸道ってありますよ。なんか、幻の北陸道が気になるな。このようなこと書いてあります。これ道か。津源団、林村集落ですね。これ道っぽいな。で通行不可って書いてあるな。これ多分道だよね。これは道っぽいな。すげえな。ちょっとここはまた別な時にまた行きましょう。今日はねそこは行かないでおきます。で分岐点、これが、越前南部線4港区。この山の上は何だろうね。そしてこちらが林道北谷線となります。終点。そして今気づいたこと、私道を間違えております。本来の国道8号線を回るルートは先ほどの交差点を左だったんですけども、間違えてました。このままですけど、もうこのまままっすぐ行きます。はい。でもうね、せっかくですからもうこのまま連続していきますんでよろしくお願いします。まるで趣旨が変わっちゃったでもね、これは素晴らしい間違いです。今回はここも景色は左側めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ景色いいよ、ここ本当で。林道ですよね。まだ4区入れてないですからね。とても眺望がよろしい。右側がもうなんか多分ここ夜走ったら夜景見ながら綺麗かもしれないですよ。
ここめちゃくちゃなんかね、ダートもあるけどもそんなに危なくないですしね。で一般乗用車でも来れますよ。これやったらここも今真正面がちょっとした平野が見えますね。街じゃないか。いやほんとこれはよく作られた林道です。ちょっと左がガードレールないから怖いですけど、若干夜来るときは、路肩注意ですね。これだけ気をつけてくれれば問題ないかと思います。車がいる。北谷線だそうです。なんか寝てらっしゃる。そして滝、寝てらっしゃる。ただいま12時半なんでお昼休み時なんですね。いやここは本当におすすめですよ。これ本当誰もが来れますよ。ほぼ誰もが来れますね。だと言うたってねノーマルタイヤでも行けなくはないですから、そうですね、普通林道北谷線となっております。よいしょ。今の通りね分岐点がある林道ばっかですから、この辺まだちょっとネタとしてはまだまだ発掘できますね。国道ではないんだけど、国内道ではないんだけど、楽しめる林道集って感じですね。ほどほど普通の車でも来れますし、で雪道対策でジムに買った方とかなんかがやっぱちょっと四駆性のを試したいっていうか、そういう車っぽいとこ走ってみたいっていうのにお気軽に来れる道ですね。ここはね傷もつかないダート初心者さんには本当おすすめしますこれ。全然問題ない。ただ注意すべきはやっぱり林道ですからね。落石がいきなり起こってるとか、僕の動画じゃいつものことですけど倒木があったりとかする可能性もやっぱありますんでね、そこはお気をつけください。なんかここもまた分岐点ですよ。これここはすげえな。左もなんか面白そうな道だ。出てきた出口です。仏山トンネルの前出るんだ。マジか、すげえ。ここ出るんだ。ただいまこれ305号線の仏山トンネルってすごい長いトンネルなんですね。ここに出るんですね。だから行ってみたら仏山トンネルの旧道ではないけどそれに近い役割になりますね。これいいネタだこれそうなんだ。ものすごくすごい間違いだったけどいい結果オーライな間違いでした。じゃあこのトンネルのネタにしよう。では出口に参りますね。ここが出口でございます。何メートルやったんだ。何メートル。雨降ってきてる。こっちもなんか脇道あんな。こっちも脇道あるぞこれ。なんだこれワンダーランドだね。
へえ、すげえ。まあ旧道じゃないけど道は気になるな。まあ今後しばらくね、この辺り一帯ちょっと調査し尽くしますわ。これ結構ないろんな道ありますからね。そして先ほどのスタート地点が今出てまいりますね。ここですね。はい、スタート地点がここになります。すげえ、ちょっと一点入りますわ。はい、でここでまあ今日はもうネタが変わってここでゴールとします。まあ今の話、この今の 3000m ぐらい、ちょっと定かじゃないんですけど 3000m ぐらいのこのトンネルのこの迂回路として使ってるこの林道として考えたら相当楽しい道でした。これは本当おすすめします。これ、一般の方でも来れると思いますんで、ぜひぜひいっぺん来てみてください。はい、ということで今日は災い転じて福をなす的な感じで、いい結果オーライですごくいい旅ができました。でこれは本当にもう皆さんが一般使用者さんでも来ていただいていいと思うようなトンネルでございます。トンネルじゃないわ、今の林道ですから、ぜひぜひ来てもらっていいと思いますよ。他の僕の動画のところはもう行くなっていう感じですけども、ここは行ってもらっていいと思います。ノーマル車でも行っていいと思います。でそしてジムになる黒缶車乗ってる方なんかの、あまりそういうところを走らない方なんか、車を傷つけたくない方なんか、ぜひぜひおすすめします。はい。で、一遍今度夜も行ってみますんでね。ということで、今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フィマラでした。今日はいい日でした。ありがとうございました。バイバイ。